車中泊が好きな人やキャンピングカーを作ってる方で欲しいアイテムといえば車内冷蔵庫だと思います。バンウィーケンドもキャンピングカーを作り始めたと同時に車載クーラーボックスを購入しました。しかしながらキャンピングカーが完成するにつれて車中泊の回数が増え、車載冷蔵庫に求める要件も分かってきました。そこで今回の動画では車載冷蔵庫の購入を検討されている皆様にバンウィーケンドが選ぶ車載冷蔵庫ベスト3を選んでいきたいと思います。皆さんこんばんは、バンウィーケンドです。バンウィーケンドのコミュニティでは自動車メーカー勤務のサラリーマンが DIY キャンピングカーとポータブル電源の情報について発信しています。このチャンネルでは DIY キャンピングカーを作るのに必要な電装の知識、法律の知識、車両の知識なども発信していますので DIY キャンピングカーを作りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。初代冷蔵庫、2019年6月にベース車となるボンゴを購入しました。ベース車両を購入して間もなくジュースや食材を保存するための冷蔵庫を購入しました。車載用冷蔵庫といっても実質的にはクーラーボックスになります。購入したのはテントファクトリーのクーラーボックス。ステンレスでできていて自作キャンピングカーと合いそうなので購入しました。見た目も良かったですし、容量は29リッターと2人でキャンプや車中泊をするには十分なほどのクーラーボックスでした。車中泊前に氷を入れといてクーラーボックスを十分に冷やしてからさらに新しい氷を入れます。冬場であれば外気温も寒いので3日ほど経過しても氷は溶けないままですが、さすがに夏場ですとどんなに持っても1日でした。テントファクトリーのクーラーボックスは良かったものの見た目重視で夏場だと氷をずっと補充しなきゃいけないので連泊には向かないことが分かりました。ただこのクーラーボックスもいいところがあり、テーブル代わりに使ったり先ほど言ったように容量もかなり入るので今でも現役で使っています。このテントファクトリーの初代冷蔵庫を基準に DIY キャンピングカーに合う車載用冷蔵庫を選んでいきたいと思います。要件の選定、まず一つ目の要件は容量です。毎年夏休みによく1週間ほどキャンプに行っています。その時にクーラーボックスに3日ほど食料を積むのですがかなりパンパンになります。今持っているテントファクトリーの容量は29リッターでかなりの大容量ですが、できれば25リッターを下回らないぐらいの容量が必要かと思います。そうすれば食料の積み込みを気にしなくても済み、買い出しに行く回数も減らせると思います。ですので1つ目の要件は容量となりました。そして2つ目の要件は見た目です。テントファクトリーのクーラーボックスを買ったのもステンレス製でかなり見た目が気に入ったから購入しました。車載用冷蔵庫でゴツゴツした見た目、男性が好きな見た目である程度は見た目にもこだわりたいと思っています。ガジェットや自分の持ち物は見た目が気になっていると大切に使いたくなりますし、結果的に長持ちします。そして要件3つ目は掃除が楽なこと。キャンプや車中泊では食材を積み込むのに肉や魚の汁を冷蔵庫の中でこぼしてしまうことが多いので掃除が楽な冷蔵庫がいいかと思います。ほとんどのクーラーボックスの場合は丸洗いができるので今回選ぶ車載冷蔵庫も掃除が楽なものを選んでいきたいと思います。そして最後の要件になるのが電源がついていること。もうこれは今回の必須条件です。電源さえついてれば何日も食材を冷やすことができます。なんなら僕は車の中で冷やしてあるアイスクリームを食べるのが夢なので次に買う車載冷蔵庫は絶対に電源付きのものを購入すると決めています。ですので電源付きの要件については点数が2倍になります。ちなみに今僕が持っているテントファクトリーのクーラーボックスを点数付けしてみるとこのようになります。点数付けは20丸が3点、丸が2点、×が1点の3段階評価です。僕の夢である電源付きの冷蔵庫でアイスも保存できる冷蔵庫が最強と定義づけているので電源がついたものについては先ほど言ったようにポイントは2倍となります。テントファクトリーの冷蔵庫を試しに点数付けしましたがクーラーボックスではあるもののやはり一目惚れしたこともあり電源以外の要件は満点となり合計得点は11点となりました。意外にもこの段階でテントファクトリーのクーラーボックスが強敵なので後から登場する冷蔵庫たちにはプレッシャーがかかってくるでしょう。では早速バンウィーケンドが最強冷蔵庫の一つ目としてイノールの車載冷蔵庫を紹介します。その前に一旦休憩です。バンウィーケンドでは YouTube 以外にも Instagram でキャンピングカーの普段の使い方や日常での楽しみ方を発信しています。興味がある方はぜひバンウィーケンド_オリジナルで Instagram で検索してみてください。では冷蔵庫紹介に戻ります。まず一つ目の冷蔵庫はイノールの車載用冷蔵庫です。まず容量について得点をつけていきます。容量に関してはイノールの冷蔵庫であれば25リッター、32リッター、42リッター、52リッターを選ぶことができるので僕が欲しかった最低限の容量である25リッターを余裕で超えています。細かく
容量も選べるので自分の車に合ったサイズも選ぶことができます。ちなみにバンウィーケンドが購入するのであれば42リッターの冷蔵庫を選ぶと思います。容量も好きに選べるのでイノールの評価は20丸となりました。そして次に見た目の要件を点数付けしていきます。正直なところ見た目は各個人の感性によって変動があり評価が難しいところですが、バンウィーケンドの主観から評価をしていきます。今までの冷蔵庫であればザ・車中泊のような感じがありましたが、イノールの車載用冷蔵庫はアウトドアを意識したカーキ色ですのでバンウィーケンド的にも好きな色だと思います。冷蔵庫の四隅にあるバンパーもさらにワイルドさがあるので、これらの理由で見た目についても20丸と評価します。では次に掃除のしやすさですが、残念ながらこの冷蔵庫は排出口などが見当たらないのでテントファクトリーのように豪快に水洗いができなさそうです。ですので掃除のしやすさについては点数は×となります。そして最後に電源についてです。イノールの冷蔵庫の電源確保には AC 電源、シガーソケット電源、12V または 24V の 3way 電源を取れます。このことから僕の必須条件であった電源についても問題なさそうです。イノールはポータブル電源も販売している会社なので、車にポータブル電源を積み、この冷蔵庫も積めば車中泊やキャンプ、アウトドア、どんな場面でも十分に活躍してくれると思います。ちなみに豆知識になりますが、この冷蔵庫は AC 電源も使えますが、バンウィーケンドではシガーソケット電源の使用をお勧めします。AC 電源ですとポータブル電源しかり、サブバッテリーしかり、交流から直流に変換するのに約 20% ほどの変換ロスがあるので、電源を少しでも節約したい方はシガーソケットから電源を取ることをお勧めします。この冷蔵庫自体も25度の車内温度からマイナス20度までわずか65分で冷却が可能だそうです。最低マイナス20度まで急速冷凍もできるそうなので、問題なく僕の夢であるアイスクリームを冷やすこともできそうです。このことから電源は文句なしの20丸となりました。イノールの得点は容量、見た目が3点、掃除のしやすさが1点、電源が 3way も可能ということで6点となり、合計は13点となりました。現段階では今使用しているテントファクトリーのクーラーボックスにも合計得点で勝ってるので、ますます欲しくなってしまいます。では次にバンウィーケンドが気になっている車載冷蔵庫2つ目、マキタの冷蔵庫について解説していきます。皆さんもご存知の通り、世界的な工具メーカーであるマキタが販売しているポータブル冷蔵庫です。昨年販売されて大きな反響を呼びました。僕も欲しかったものの購入に躊躇して今に至ります。せっかくですのでこの冷蔵庫が DIY キャンピングカーに合う冷蔵庫なのか得点付けをしたいと思います。まず容量についてですが、容量は20リットルとなっています。500ml のペットボトルであれば20本、2リッターのペットボトルであれば横にして4本入るそうです。テントファクトリーや先ほどのイノールの冷蔵庫と比べてしまうと容量をかなり小さく感じてしまいます。20リッターの容量であれば1日バーベキューをする食材がギリギリ入るか入らないかの容量だと思います。バンウィーケンドの最低要件として容量は20リッター以上欲しかったので、マキタのポータブル冷蔵庫の容量の評価は×となりました。次に見た目の評価に入ります。マキタといえばこのマキタブルーなので好き嫌いが分かれるかもしれません。工具が好きな人であればマキタブルーが好きな人が多いかと思いますが、バンウィーケンドもマキタの工具、マキタの扇風機をすでに持っているので、この色は個人的には僕は好きです。ただ問題はキャンピングカーに合うかどうかと考えると、ウッディなキャンピングカーに対してマキタブルーはかなり目立ってしまうので評価は三角にしました。掃除の簡単さについても丸洗いができない点を考えるとイノールと同等の評価になると思い、評価は×となります。次に電源についてです。マキタの冷蔵庫は給電方法が AC コンセント、シガーソケット、そして特徴的なのがマキタのバッテリーによる給電が可能となっております。マキタのバッテリーで給電が可能ですので、マキタのバッテリーを挿すだけで重たいポータブル電源も持ち運ぶ必要がなくなります。ちなみにバッテリーの駆動時間はマイナス18度で5時間、5度の設定で17時間も持つそうですので、マキタのバッテリーだけでも十分に活躍できるかと思います。このことから AC ソケット、シガーソケットの給電も可能でありながらマキタのバッテリーでも動くので、電源については文句なしの20丸となりました。ちなみにマキタの冷蔵庫と似たような能力を持っているポータブル冷蔵庫が廃校期からも出てるので、マキタブルーが苦手な方はこちらのポータブル冷蔵庫も検討していいと思います。では最後に点数付けを振り返ってみましょう。もともとバンウィーケンドが購入したテントファクトリーは電源はなかったものの掃除の簡単さなどもあり、ポイントは合計で11点を獲得しました。そして意外だったのがマキタの冷蔵庫が DIY キャンピングカーに合わなかったこと。最大の敗因としては容量が20リッターしかなく、3泊4日の車中泊旅行や1週間ほどの車中泊旅行には向いてないことが分かりました。このことからバンウィーケンドが今後購入する車載冷
冷蔵庫はイノールの42リッターの冷蔵庫が高いということが分かりました。いかがだったでしょうか？今回は DIY キャンピングカーに合う冷蔵庫を決めてみました。他にもおすすめの冷蔵庫がある方はぜひコメントで教えていただければと思います。ではまた来週。